こんにちは。今回はですね、こちらのクロスバイクを Amazon の方で購入しました。で、ネットで自転車買ったの初めてなんですけど、今回はこのクロスバイクを実際に組み立ててみて、ネットで買った自転車ってどんな感じなのっていうことで、実際に外でね、乗ってみて、乗り心地はどんな感じなのかっていう動画を撮っていこうかなと思います。で、この自転車を買った経緯についてなんですけど、僕は4月いっぱいで現在の勤め先を退職することになってまして、いよいよ来週に職業訓練の面接が控えてるんですよ。で、そこでもし、合格できればですね、職業訓練に受かれば、5月から実際職業訓練に通うことになるんですね。で、職業訓練通う間はですね、平日は、毎日その講習があるので、通学する生活になるんですね、しばらく。っていうこともあるのと、あと次の就職先、勤め先を探す上でも、自転車があればね、今は基本的には車で移動してるんですけど、車じゃなくて、自転車で通える範囲とかも考えられるようになるので、あればいろいろ便利かなっていうことで、自転車を購入しました。で、自転車乗るの10年ぶりぐらいなんですよね。20代半ばぐらいまでは自転車乗りながらいろいろ生活してたんですよね。中学の頃は自転車通学で、20歳半ばぐらいまでは自転車に乗って通勤していたんですけど、なんて言うんですかね、自転車ちょっと嫌な思い出がいろいろあって、なんか、買った次の日にサドルが盗まれたりとか、仕事終わりに、電車にゴミが落ちてたんで、帰りに拾って、駅のゴミ箱に捨てて、今日もいいことしたなっていう感じで、いい気持ちでね、自分の自転車のところに戻ったら、タイヤのキャップが盗まれてて、そのキャップだけならいいんですけど、キャップじゃなくて、バルブの根っこの方から盗まれてたりとかで、もう空気も入れられなくなっちゃったりとかで、あんまり自転車持っててもいい気持ちしないなみたいな感じで、そこからね、車で生活するようになっちゃったんですけど、なので、ネットで買うなんていうことが頭にまずなかったわけなんですけど、これ買うにあたってまず、ホームセンターにね、買いに行ったんですね。昔自転車買った時はホームセンターで買ってたんで、ホームセンターに行って、でそのホームセンター行ったのが3月の末頃だったんですけど、新入生シーズンと言いますか、4月入ったら通学で自転車使う年代の子たちが増えるわけなんで、新入生キャンペーンみたいなのがあって、いわゆる通学自転車みたいなのが店頭にバーってこう並んでたんですよね。で、それ見たときに、普通の通学自転車が、初期点検とかね、防犯登録とか込みの値段だったと思うんですけど、3万円とかだったんですよ。で、僕がその自転車乗ってたのも10年以上前なんで、ちょっと時代錯誤かなと思ったんですけど、僕が昔ママチャリとか通学自転車乗ってる時って1万円ぐらいで自転車って買えたような気がしてたんですけど、パッて見た時に3万円ってなってて、うわーと思って、これが物価の高騰の影響なのかなみたいなことを感じながら、こんな値段今するんだと思いながらですね。で、今どういう種類の自転車があるんだろうと思って横パッて見たら、そのロードバイクとかクロスバイクとか、今流行りと言いますか、そのレジャー目的で乗れるような自転車もたくさん置いてあって、で、そっちの値段を見たら3万5千円とかだったんですよ。と思って、その価格の高騰で一般自転車、シティサイクルって呼ばれる一般自転車の価格が高騰してるのと、あとは多分そのブランドさん、メーカーさんが、その現代のそのニーズに合わせてレジャー目的で自転車乗る若者が増えてるっていうことの企業努力で、多分そのニーズに合わせて低価格帯で乗れる自転車っていうのが多分今出てるということで、この価格の下落とその物価の高騰でこの値段がせめぎ合ってて、もうママチャリ買うんだったらもうクロスバイク買った方がいいんじゃないかみたいな選択肢になっちゃってですね。で、うわーと思って、とりあえず、なるほど、今こんな感じの値段なのかと思って、ちょっと改めて、この自転車の種類いっぱい置いてあって何か分かんなかったんで、ちょっと帰って一回自転車の種類について調べようということで、一回持ち帰って、自転車の種類についてね、調べました。はい。
で、ネットで見ると、そのクロスバイクとか、そのママチャリとか一般自転車もそうなんですけど、2万円台の自転車があって、組み立てとかね、初期点検がないっていう値段にもなってると思うんですけど、いわゆるネットで自転車買うっていうのは、IKEA で家具買うみたいなもんなのかなっていう感じがしました。で、それにあたって、これから自転車買おうと思ってる方はね、いろいろ種類があると思うんですけど、大体多くて4種類になるんですよ。で、僕なりに調べたことがあるので、これから自転車買う方の、役に立てばいいなということで、僕が調べたね、自転車のそれぞれの用途と種類についてお話ししていこうと思います。まずですね、自転車を大きく分けて4種類ありまして、一般自転車、ママチャリとか、あれが、いわゆるシティサイクルって呼ばれる、一般自転車らしいんですね。で、もう一つがマウンテンバイク。これよく聞きますね。昔からありますね。で、もう一つがロードバイク。で、最後はクロスバイクと。大きく分けて、この4種類の自転車が、結構一般的に扱われている自転車になりますということで、今回僕が購入したのはクロスバイクなんですね。で、それぞれの自転車の特性についてちょっと説明していこうと思うんですけど、一般自転車、シティサイクルって言われる自転車は、いわゆるママチャリとか、学校の通学自転車や折りたたみ自転車などが、このシティサイクルと呼ばれるもので、特徴としては、車体の重さが全体で約15キロから重いものだと25キロ、20キロ平均ぐらいの重さになるらしいんですね。で、自転車の中では一応最も低価格で扱われている種類の自転車になりますと。でもそれでももう高いですね。はい。カゴや荷台、泥除けがついていて最もポピュラーに使われている自転車。普通の通学、通勤、買い物や、あとはお子さんの送迎とかね、お子さんが座れるような椅子とかを取り付けて、お母さんとかね、お迎えとかでも使えるという自転車ですね。はい。で、次がマウンテンバイク。名前にマウンテンって入ってるぐらいなんでね、山道や荒れた路面でも走行できるように開発された自転車であると。で、特徴は、車体の重さが10キロから13キロぐらいが平均して、それぐらいの重量になっていると。価格はピンキリで、それこそネットで探すと2万円台のものもありますね。タイヤが太くて頑丈なフレームを搭載している。サスペンションにより衝撃を吸収して安定感のある走行が可能であると。で、積載可能量が大きめに設定されていることが多く、荷物が多く持ち運べる。主にレジャー目的で使われることが多いと。専用のクロスカントリーとかオフロードコースとかに行って、楽しむ目的でね、結構、買う方が多いという自転車ですね。で、次がロードバイク。これ車乗ってるとね、たまにね、道路沿い走ってる自転車見かけますね。舗装道路での高速走行を目的としたスポーツ自転車であると。で、特徴は、結構軽い。10キロ未満のものとかもあると。で、高価格帯のものだと本当にね、6キロ台のものとかもあるらしいですね。めちゃくちゃ軽いですね。これまでもうピンキリ、価格は2万円台のものもあります。タイヤが細く軽量なフレームを搭載していると。舗装された道路での速い速度での走行が可能。逆に荒れた道は不向きであると。坂道にも強くて長距離走行に適している。サイクリングなど主に運動や楽しむために使われることが多いという感じですね。スポーツバイクみたいなね。で、最後がクロスバイクということで、今回僕が買った自転車もクロスバイクですね。マウンテンバイクとロードバイクの両方の性能を組み合わせた自転車であると。で、特徴は10キロから14キロ台の重量のものが多い。これも価格はピンキリですね。2万円台。これなんか僕はまさに2万1000円ぐらいで買いましたからね。で、フレーム構造はロードバイクのような軽量型になっており、マウンテンバイクで使われるような耐久性を備えた素材が使われていると。タイヤの太さはロードバイクとマウンテンバイクの中間的な太さになっており、速さよりは安定さを重視した設計であると。っていう感じですね。タイヤとハンドルには様々な種類。こちら、クロスバイクはですね、用途としても、一般乗り、普段乗りで使われる感じが多いらしいですね。通学、通勤、買い物などですね。普段の使いでも乗りやすい自転車であると。で、運動用のスポーツバイクとしても使用可能であるっていうことなんで、一般自転車、シティサイクルに近い形で使うことができるっていうことで、今回この自転車を僕は購入しました。はい。っていう大きな4種類の枠組みで、自転車の種類は、
種類を分けることができるので、何に使うかで、自転車を選んでいくのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、実際に僕が買ったこの Amazon で売られていたものはですね、同じ形の自転車が、そのブランド別で表示されてたりとか、販売されてたんですけど、これを選んだ特徴としてはですね、一般乗りで、あとカゴもつけたいなと思ってるのと、あと泥除けがついてたからっていうことで、値段的にも安かったのでこれを選んだっていう形なんですけど、Amazon とかで扱われてる商品って、OEM っていうか、アパレルとかでよくあるんですけど、要は工場で生産されたものを企業ブランドが買い取って自社のブランドのロゴをつけて自社ブランドとして販売するみたいないうこと。だから製造の大元の工場は一緒で、それぞれのそのブランドのロゴが違うだけで、その商品は同じですよみたいなものが多かったりするので、多分ね、Amazon のその見る時期によってね、全く同じ写真使われてるのに名前だけ違うなみたいな商品はつまりはそういうことなので、レビューね、星4とかついてたら、そんなに粗悪なものではないと思うので、実際ね、じゃあこれから組み立ててね、本当に、ちゃんとストレスなく乗れるのかっていうところまでね、やっていきたいなと思いますので、じゃあちょっとね、実際に組み立てていこうと思います。はい。で一応こういう組み立てるの苦手とかね、女性の方とかはね、こういうの苦手な方多いと思うんですけど、Amazon の商品ページに、組み立ての解説の動画が載ってるんで、多分それ見ながら組み立てればね、そんなに難しくはないと思うんですけど、完成しました。1時間半ほどかかってしまいました。っていうのを、このハンドル部分のパーツがですね、Amazon で買った商品ページの、組み立て動画があるんですけど、そこに書かれてる、パーツとちょっと違うパーツが使われていて、付属の工具で、整備が、取り付けができなかったんですね。っていうぐらいかな。あとちょっと完成した後にですね、サドルがあんまりちゃんと取り付けが、甘かったりとか、最終的な調整でちょっと時間かかっちゃいました。多分慣れたらね、次もう一回作れって言われたら多分30分ぐらいで作れそうな感じですね。最初はやっぱ、工具苦手な人でもね、自転車作ったことない人が初めて作るってなったらちょっと大変そうかなっていうのが、実際組み立てた感想でしたね。この付属の工具で取り付けられない違うパーツが取り付けられてたっていうのは、ネットでこういうものを買うならではのちょっとリスクなのかなという感じなので、こういう普段家で使うような工具とかも、六角とかですかね。こういうサイズ違いの六角とか、いろいろ家にあった方が、安心して組み立てられるかなという感じでした。はい。いや、かっこいい。フリーダムみたいな見た目ですね。ちょっと、青と黄色を足したのね。そんな感じになりますよね。はい。で、ちょっと実際ね、外で乗ってみて、不備がないかをね、ちょっと確認しに行こうと思います。は
はい、というわけで実際にね5キロほど運転してきたんですけど、何の問題もないですね。めちゃくちゃ乗りやすいです。かなり気に入りました。はい。あとはね、その通勤とか通学で使えるようにっていう風に考えているので、前かごをつけてね、もうちょっと、スポーツ寄りっていうよりかは日常用に使えるようにね、変えていけたらなっていう感じですかね。いや、めちゃくちゃ気に入りました。買ってよかったです。ネットで自転車買うのね、初めてでしたけど、結構悪くなかったんで、悩んでる方はね、ネットで自転車買うのもありかもしれないですね。はい。そんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。